いつの間にこんなに物が増えたんだ。今までどれだけ別に必要ではないけれども、そろそろ新しい服買う頃かなみたいな感じでなんとなく服を買っていたか。皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 45. 皆さんが最近どうしても必要というわけではないものを買ったのはいつですか？またそういうものを買った時ってどんな気持ちになりますか？そしてその気持ちはどのくらい長く続きますか？私は今年の夏ほとんどそういう買い物をしなかったということに、最近気づきました。で、別に買い物をもうしないようにするとか、環境保護のためにミニマリストになるとか、大きな決断をしたわけではないんですけれども、家の中のものを減らそうと思っていたら自然と、買い物をしなくなっていたんですね。なぜ減らそうと思ったかというと、簡単に言えばただ単に家の中に物がたくさんあったからっていうだけなんですけれども、スペインに来てから最初の2年間はシェアハウスに住んでいたので、引っ越しが多かったんですね。結構シェアハウスって例えば部屋に実は太陽光が全然なくて、嫌だったとか、ルームメイトとか、オーナーさんとなんかちょっとトラブルがあったとかで結構転々とする引っ越しが多いのが普通かなと思うんですけれども、私も最初の2年間で5回ぐらい引っ越していたので、どうせあまり長続きしないっていうのが前提であまり物を増やさないようにしていたんですね。でもそれでも少しずつ物は増えていくもので、日本からスペインに最初に来た時は大きなスーツケース1つと小さなスーツケース1つ、バックパック1つの3つの荷物で来たんですけれども、今ではそれに追加で段ボール何個も、必要なくらいたくさん物があります。それでもその2年間の間は基本的に必要なもののみ、例えば寒いからブランケットとヒーターを買ったり、キッチンで必要なものとか仕事に必要な電子機器とかでした。で、そのうち、収入が上がったり仕事がハードになって転々とする生活ではなく、やっぱり落ち着いた家が必要ってなったので、今のアパートに自分で引っ越したんですね。で、ここからいろいろ買い始めてしまいます。もちろん家で必要だから買ったものもたくさんありますけれども、アップグレードしたくて買ったものもあります。例えばお皿とか、お皿もすでにあるけどちょっとお味噌汁用のお皿が欲しいとか、これを作る時のお皿が欲しいっていうもの。あとは、この今座ってる椅子、普通の椅子でもいいんですけれども、じゃあ腰が痛いから、たくさん座ってるからっていうことで椅子を買ったり、あとはカーテンとか、カーテンスペインの家ってあんまりないけどちょっと欲しくて買ったりとか、したんですね。で、あとは生活が豊かになって趣味も増えるので、趣味のものも、買い物が増えました。例えば運動を始めたからスポーツウェアとかシューズ、あとはアートも好きなので、全然高くないアートを少し家に飾るように買ってみたり、で自分で作るのも好きなので編み物の道具とか絵の具とか紙も、買いました。でそれ以外にも生活のクオリティを上げるというか、自分をケアするためのもの、例えばサプリメントとか、植物、あとは掃除が簡単になるようなものとかも、あります。で、もともと私はそこまで買い物好きではないんですね。服とかアクセサリーとかは結構好きで買うことは多いし、
で、さっき言ったようにデザインとか好きなので、そのアートとか可愛いお皿とか、あとは家で使えるものもこう買うのは結構好きですけれども、特にこう買い物好きな女子にあるあるなブランドものとかメイク用品とかはほとんど興味を持ったことがないんですね。なのでこういろいろ買ったといっても比較的必要最低限で、持っているものの数はかなり少ない方ではあると思うんですね。で、こういうのって多分育った環境が影響しているかなと思うんですけれども、こう私の母親の口癖は、買う前に一つ捨てる。もし何か新しいものを買うならいらないものは捨てろっていうことなんですけれども、捨てるのもったいなくないと思うかもしれないんですけれども、私の母親自身はめったに新しいものを買わないので、こうめったに捨てないし、捨てるとしてももう本当に10年間着続けて穴が開いちゃったから捨てるみたいな、すごくミニマリストなのかな、ミニマリストというか無駄に買い物をしない人で、こう家の中もすごく整理されていて物が少ないし、でなんか小学校の時のランドセルとか、こう子供が小さい時に作ったものを使ったものを残しておく家庭もあると思うんですけれども、私の家ではそういうのは一切ないんですね。なので私も結構綺麗好きというか、物は少なめがいいっていう性格に育ったですけれども、でそのせいかある日ふと自分のスペインの家を見渡して、こう昔はそのシェアハウスの中の一つの小さな部屋に自分のものをすべて置いていたのに、こう今ではリビングにキッチンに洗面所に、いろんなところに自分のものがごちゃごちゃ置いてあって、すごく嫌な気持ちになったんですね。こう整理整頓されている状況とか、こう整理をしたりするとすごく快感を得るんですけれども、逆にごちゃごちゃしている空間は結構ストレスになって、で自分の家もパッと見は綺麗だけど引き出しとか開けると、こう持っていることさえも忘れかけているものがいっぱいで、こういつの間にこんなに物が増えたんだ、これはどうにかしなきゃって思ったんですね。でどうにかしなきゃって感じるもう一つの理由は、やっぱりまだここにずっと住み続ける予定はなくて、あと数年したら大きな都市に引っ越したいなと思っているので、その時にまた、引っ越し作業を複雑にしたくないっていう、ちょっとノマドライフならではのこうこだわりというか、そうですね、気をつけておきたいことなんですけれども、Before we continue, let me quickly introduce one of Saya's teachers. This week's highlight goes to Ritsuko sensei. Ritsuko sensei specializes in helping intermediate and advanced learners sound more natural in daily conversation. Her lessons are textbook based but combined with plenty of fun practice and cultural insights, perfect for those who enjoy structured learning while also exploring beyond the textbook. As a native Kansai speaker, she uses unique materials too, such as comedy skits or studies of Japanese humor culture. With 25 years of corporate experience, 4 years of language teaching, a Japanese teaching qualification, and a certification as a mental psychotherapist, she offers both expertise and support. Her students appreciate her clear structure, detailed notes, and ability to answer even the most nuanced questions with ease. You can book a trial lesson with Ritsuko Sensei today at sayajapanese.com/lesson. というわけで、持っているものは消耗品が多いので、とりあえずこう今あるものがなくなるまでは新しいものを買うのはやめようって決めたんですね。例えば今作りたいものがあるので、こうそれ用に太い毛糸を買いたいんですけれども、家には細い毛糸の玉がたくさんあって、なのでこうとりあえず細い毛糸で作れるものを作って、その毛糸たちを消費してから新しいものを買うとか、
あとはお掃除ロボット欲しいんですけれども、今持ってる掃除機も普通に使えるから、その掃除機がいつか壊れるまで待とうとか。で、こういうのはそこまで大変じゃないです。そこまで物欲はないので、まあ買えなくても仕方ないかって思っているんですけれども、最近ちょっと、買いたいな、でもダメなのかって思っていることが洋服です。で、なぜ他のものは別に買わなくても大丈夫で、洋服は買いたいと思ってしまうのか、ちょっと分析してみたんですけれども、まずは服を買った時に感じる幸福感とか興奮とか、新しいっていう気持ちが他のものを買った時よりも強いということで、それはもちろんファッションが好きっていうのもあると思うんですけれども、それ以外にも例えば洋服ってよく使うし、さらに他人に見られるもので、他人から洋服をベースに個性とかその人の感じとかを判断されるものでもあるので、他人に見られるっていう点で新しいものを買った時の新しい感も倍増するのかなと思います。で、こういうふうに本当に必要なものだけ買おうと決めてから、今までどれだけ別に必要ではないけれども、そろそろ新しい服買う頃かなみたいな感じで、なんとなく服を買っていたかっていうことに気づいたんですね。正直トップス、パンツ、スカート、ジャケットとか必要なものは一式すべて十分に持っているんですね。で、ちょっと古びて見えるものもあるけど、そんなに悪くないし、超流行遅れというわけでもないのに、そういった服を見た時に、こんまりじゃないですけれども、ときめきを感じないからっていうだけで、新しい服を買ってしまうことが多いんですね。服とか買い物で得られる嬉しさとかってあんまり長続きしないですよね。今のクローゼットを見てみると、買った長年た買ってから長年経った今でもときめきを感じるものって結構少ないくて、で他は最初はこの服すごい可愛い新しいイエーイってなったけど、半年1年くらいしたらただのキャミソール、ただの T シャツになってしまったっていうものが多いんですね。でその理由はさっき言った風にどうしてもこれが欲しい、これがすごく可愛いから欲しいというよりかは、そろそろ買い物の季節かとか、友達と遊びに行くからついでに買い物みたいな感じでなんとなく買ったものが多いからなのかなと思います。であとは服ってやっぱり流行がすごく強いので、流行じゃないからっていうだけで着るのをやめてしまうし、流行だからってだけで新しい服を、買ってしまいますよね。私の中では服が一番資本主義に踊らされる、原因だったりします。それでも服を買う量はこのスペインの町に引っ越してからかなり減りました。で、その理由は、まずはあんまり店がそもそもない。欲しいものがあったり、買い物したりしたくても、行きたい店とか、欲しいものを売っている店がないので、そもそも買い物できないっていうのもあるし、で、あとは、あんまりおしゃれな人がいないので、インスピレーションを受けるっていうこともないし、例えば東京とか歩いていると、あんまり頑張っておしゃれしなかった日とかには、すごい周りの人がしっかりおしゃれしてるのを見て、ちょっと惨めな気分になったりするし、ちょっと近くのコンビニとか行くだけでも家着じゃなくてちゃんとした格好に着替えたりする
ことがあるんですけれども、今住んでる町ではそこまで、ちゃんとしなきゃっていう感じはないので、服を買いたい欲は減っています。でも今の時代って本当に服が大量に消費されて大量に捨てられていますよね。シーインとか安い洋服がどんどん増えているし、あとはソーシャルメディアでもうどんどん次の服を買いたいっていう気持ちが湧くし、あとは簡単に買える、オンラインでも簡単に買えるようになったので、もう今までにないスピードでみんながいろんな服を買って、ですぐに飽きて、そのときめきがなくなったらすぐに捨てるっていう風になっていて、服のゴミの山が出来上がっているシーンとかもよく目にしますよね。もし興味があったらぜひ Netflix の Buy Now The Shopping Conspiracy っていうドキュメンタリーを、見てみてください。大量消費、大量に捨てるっていう現実を、描いているドキュメンタリーなんですけれども、なので本当に無駄の多い買い物社会になっていますよね。でもそれと同時に買い物することで一瞬であっても幸せを感じるのは事実ですよね。それがストレス解消になるっていう人もいるし、あとはそのために頑張って働いているっていう人もいますよね。で、私も新しい服を買ったとか新しいマグカップを買ったとかでもうそれだけで本当に嫌な日もちょっと楽しい日に変わったり、出かけるのが楽しみになったり、新しいもの、好きなものに救われるっていうことも多いので、一様にもう新しいものを買わない方がいいとも私は言えないんですね。で、ただ今回あまり買わないようにしてみようってやってみて本当に良かったです。この前のポッドキャストで話したドゥームスクローリングについてもそうなんですけれども、完全にやめようとしなくていいし、一生もうやらないっていう風に決めなくてもいいんですけれども、もう本当に1ヶ月だけとかでもやらないっていう日を作ってみると、いろんなことに気づけるんですね。今までどれだけ無駄にしていたかとか、今まで自分がどんな買い物の癖があるかとか。なので皆さんももしすごい最近大量消費しているなとか思うことがあったら、今後買わないって言わなくてもいいけど、1ヶ月3ヶ月だけでも買うのをやめようっていう期間を、作ってみてください。あとは私が気をつけていることは、皆さんも簡単に想像できるとは思うんですけれども、買うとしたら私は、セカンドハンドショップで、古着を買うか、もしくは長続きするものを買う。高いからといって絶対長続きするっていうわけではないと思うんですけれども、やっぱりすっごい安いのだとすぐになんか破れたりヨレヨレになったりするので、一応作りがいいものとかあまりにも安すぎないものとかを、買うようにしています。皆さんは、何か大量消費しないように心がけていることとか方法はありますか？もしあったらコメント欄で、教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!